マスター・ヨーダ、You survived! Surprised? ハズブロスター・ウォーズ・ブラックシリーズクローン・ウォーズからヨーダとコマンダー・グリーの紹介です。アニメクローンウォーズのフィギュア化らしいんですけども、このヨーダを見るとアニメ版には見えないんですが、このコマンダーグリーの方はアニメ版ですよね。映画版だと迷彩柄のアーマーだったんですけどもね。まあいいや。で、このヨーダ、個人的待望の睨み顔が付属していて、その出来がね、もうめっちゃいい。よし。では、開けていくぜ。ヨーダのフィギュアは久々ですね。よいしょ。ざっと。どんな感じでしょうかね。ヨーダだけちょっと見てみようかな。出てこい、グランドマスター。よいしょ。顔の出来がすごいな、今回も。よし、ではね、中身の方すべて取り出していきたいと思います。まずは、コマンダーグリーから見ていこう。自分ね、数年前は、ブラックシリーズのストームトルーパー系全部集めてやるって意気込んでいたんですけどね、もうね、星の数ほど発売されるんでキリがなくて諦めましたけど、で、久々にトルーパー系手にしたわけですが、やっぱかっこいいですね、ストームトルーパー。このね、親の顔より見たデザインではあるけど、かっこいいですよ。故にね、あまり言うことないんですが、強いて言うなら、このアーマーの色というか、質感なんですけど、同じブラックシリーズのストームトルーパーと並べてみるとこんな感じで、こちらは少し前に発売されたやつなんですが、艶のあるアーマーでいつもの質感。やはり今回のはマットな感じに仕上げられている。この辺はアニメ版ということで実写版と差別化図られているのかなというより、クロントルーパーとストームトルーパーでアーマーの材質違うのかな。まあとはいえね、この辺フィギュアとしても趣が違っていいですね。で、ちょっと細かいこと言うんですけど、こちらのストームトルーパーは実写版ではなくコミック版なんですけどもね。グリーンのアーマーというのが渋くていいですね。中の人もシニアクローンで髪型がモヒカンでかっこいいんですよね。で、メットの下から覗くとそのグリーンの顔があるんですが、メットは取り外すことはできない。これはちょい残念。クローントルーパーの付属パーツは2種類のブラスターライフルのみ。手首パーツは付属しない。では次に、偉大なるジェダイ、グランドマスターヨーダ行きましょう。冒頭にも言ったんですけど、ヨーダのフィギュア、久々に購入したんですがね、これね、めちゃくちゃかっこいい。すっげーよくできていますよ。フォルム的にはシンプルですね。ローブは布製で可動の妨げにならない。かつ、ごわついている感じがそんなになく、自然なフォルムを保っているのも素晴らしいですね。手や足のつま先もしっかりと塗装されています。いや、これいいな。めっちゃいい。ヨーダのアクションフィギュアの決定版でしょう、これ。顔の方はこちらは通常顔で、高校や前としたいつもの優しい表情。少し微笑んでるようにも見えるかな。デジタルプリントの精度がね、もう素晴らしすぎて、劇中のようだまんまですね。再現度が半端じゃない。後頭部の髪の毛もしっかり造形塗装されていますね。いや、これは素晴らしい。そしてこちらが個人的にヨーダのアクションフィギュアに最も望んでいたもの。戦闘用と言っても良い睨み顔。これが欲しかった。ヨーダのアクションフィギュアで今まで戦闘用の頭部ってなかったですよね。自分が記憶している限りはないかな。目線が違ったり、あと目をつむっていたりするとかはあったんですが、この表情を本当に待っていましたよ。これでね、やっとパルルと戦わせれることができますよ。出来も言うまでもなくご覧の通り素晴らしいですね。めちゃくちゃかっこいい。睨んではいるけど、怒りに執着しているのではなく、完全に自分をコントロールしているように見えますね。まさに心は熱く、頭は冷たく、情熱はなく、平静がある。
ローブを脱がせてみると、このような構造ですね。可動範囲なんですけど、ヨーダはもうローブをつけた状態がほとんどなので、ローブを着た状態での可動範囲いきます。頭部の可動、接続箇所は首の付け根のみですね。それを踏まえて、後ろへはこうで、うつむきがここまでで、ぐるりと一周回って、ぐりぐり傾きも取れますね。接続箇所は一つだけなんですけど、この辺めちゃくちゃ動きます。上半身、個人的に最も気になる肩の可動はバタフライ機構はありませんね。それを踏まえて横へはここまでで、ぐるりと一周は相対的にはできますけども、ローブを着たままだとここまでですね。で、肘が一重ですね。ここまでで、手首はぐるりと回って、傾きは取れないですね。で、胴体の方、接続箇所は腰のみですね。ぐるりと一周回れるんですけど、前後の可動はなし。下半身、股関節に引き出し機構はなし。前はここまでで、後ろへはここまでで、股割りがここまでできて、膝がここまで曲がるんですね。で、膝自体でこのように動いて、足首はほぼほぼ動かないかな。傾きも若干しか取れませんね。設置性はあまりよろしくない。付属パーツいきましょう。まずはライトセーバー。ヨーダ用に短くこしらえてあります。クリアパーツにそのまま塗装している感じですね。細かいんですけど、綺麗に塗装されています。で、こちらが塚のみで、フィギュアのどこかにハードポイントがあるわけではないので、取り付けることはできない。なぜに肩の可動が気になっていたかというと、先ほどのライトセーバーの両手持ちができるか否かだったんですが、ご覧の通り、しっかりと両手持ちさせることができる。これね、睨み顔があるのに、ライトセーバーの両手持ちできなかったらまさに生殺しだったんですけども、いや、かっこいい。こちらは評議会などに出席する際座っていたヨーダ用の椅子。このグレーの部分はプラ製なんですけど、この赤い部分軟質なんですよね。ここ地味にこだわっています。座らせるとこんな感じになります。見栄えよく座らせるには、ローブで前足を隠したりして、この辺少し工夫が必要ですね。こちらは杖ですね。軟質素材ではあるものの非常に小さいので破損注意。サイズ比較。フィギュア2仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。そしてこちらは確かプライズ品だったかな？リサイクルショップで見つけたやつでサイズは10分の1スケールだったと思う。なんで今回の12分の1スケールよりは若干大きめ。普段ね、無稼働フィギュアに全く興味ないんですが、これはね、一目惚れして買いましたね。値段も結構安かったと記憶している。これがね、可動式だったらなーってずっと思っていて、いや、今回で念願叶いましたよ。ヨーダだけもう少し比較してみよう。こちらはバンダイ SH フィギュアーツのヨーダです。こうやって並べてみると、フィギュアーツの方が頭半個分大きいんですね。顔によってみると、やはりブラックシリーズの方が劇中再現度ははるかに上ですね。まあフィギュアーツのヨーダ発売されたの結構前なんでね、ここは仕方がない。さらに、こちらもフィギュアーツのダース・ティラナスことカウント・ドゥークです。元指定同士ですね。別メーカーとはいえ、サイズ感バッチリですね。いいですね。エピソード2のラストをしっかりと再現できる。そして、この型を並べないわけにはいかない。こちらは今回と同シリーズ、ブラックシリーズのダース・シデアス。皇帝パルパティンですね。所有しているパルルこれだけなんですよね。時代的にね、合っていないんですが、それはご勘弁を。エピソード3のパルルのブラックシリーズ、最近出ましたよね、確か。でもね、あっちなんか顔の出来がね、いまいちに感じたので買ってないですね。パルパティンといえば素晴らしい笑顔がないとつまらないですからね。その点ね、これはね、頭部パーツ3つもついて遊びがいがめちゃくちゃあるんですよね。
まあ、とにかくこんな感じのサイズ感になります。で、このヨーダなんですけどもね、自分自身はジェダイ派ではなくて、シスの方に共感が持てていて、危ないですかね。まあそれはそれとして、なんかヨーダ無能だなんて言われていますが、自分は全然そうは思わなくて、確かにジェダイってジェダイコードでガッチガチで、映画見てて、手段が目的になっとるぜ、これ、本末転倒だろうがと思わない場面もある。銀河の平和を保ちたいのか、ジェダイの規則を守りたいのか、どっちだと。平和のためには多少柔軟な対応が必要で、規則規律もね、多少歪めていけよと思うんですけども、でも、いや、これ規則だからとか、決まり事だからとか言ってさ、まあこれあかんわって思いますよね。ジェダイを滅ぼした戦犯がヨーダだと言われてる場合もありますけども、まあね、見解はそれぞれあっていいとは思う。でもね、自分はそうは思わなくて、確かにね、ヨーダのみならず、ジェダイオーダーそのものが無能は言い過ぎか。よろしくないと言われればそうだろうと思わざるを得ない場面もね、少なくはない。で、一番言いたいのはね、帝国の大統を許してしまったのを責めるのは結果論であって、後からなら何とでも言えてしまいますよ。あの時、ああしておけよとかね。でもでもさ、あれはね、パルパティーンが凄すぎたんだってマジで。右にヨーダ、左にメイスがいるのに、あの複雑な計画をジェダイの面々を煙に巻きつつ推し進めてるんですよね。ちょっとでも気抜けして暗黒面のホースをちらつかせてしまえば、ヨーダなんぞには瞬時に感づかれてしまいますよね。なのに泰然自若としたあの振る舞いは、敵ながらあっぱれよ。それでもね、ヨーダ暗黒面のフォース感じ取っていましたからね。敗者の敗因をつつくより、ここは勝者の知恵を称えるべきだろうって思いますね。まあ、その辺の計画成功は、このドゥークの手腕によるものと言っても差し支えはないかな。さらに言えば、このドゥークを壮大なプロジェクトの中心に据えたパルルも、やっぱりすごい。でもさ、やっぱヨーダ好きなんだよ。偉大ですよ。目にたくさんのジェダイを育て上げたのは皆の知るところだし、ジェダイ候補生の未来ある子供たちを自らちゃんと指導してるし、その他功績を上げればキリがないほどで、アナキンの未来を見通せないせいであんなことになったとも言われてるけど、あんな複雑な未来はね、差し物ヨーダも見通せないって、ヨーダも完璧じゃないんですよ。何よりね、ヨーダはね、危ないところへは一人でね、行ってるんですよ。ルークへ。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。